こんにちは、アマークの奥佐直子です。前回大バズりしたシーズンスタイルラボ×アマークチャンネルのコラボ企画なんですけれども、今回は春夏の新作を使って体型別のお悩みに特効薬的に即効くアイテム5つをピックアップしました。コーディネートももちろんご紹介をしたいなと思うんですけれども、シーズンスタイルラボのコンセプトをお話ししたいなと思います。2026年の秋に10周年を迎えるブランドなんですね。高島屋の中の自主編集の売り場で毎日を忙しく過ごす女性たちが着方の悩み、あとはアイテム選びがわからない、なんかおしゃれが面白くなくなっちゃったなんていう声にお答えして、そんなお悩みだったりとかストレスに応えるべくアイテムを開発したり、あとセレクトしている売り場になります。来ていただいて欲しいものがすぐに見つかる売り場ですので、ぜひまだの方はいらしていただきたいんですけれども、今日は春夏の新作を使って5つのコーディネートをご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。体型カバーにはもってこいのジャケットかなと思います。気になるところをまず全部隠してくれるんですよ。このバレルは私ナンバーワン美脚だと思います。腕は出した方が綺麗と思ってます。直線で縁取ってあげるととてもキリッと見えるんですね。年齢を重ねると顔って2割大きくなるって言われてるんです。恐ろしくないですか？脂肪の場合もあるし、筋肉の衰えとか皮のたるみっていう風に私は取材で聞いたんですけど、顔が四角くなってきたとかもたつくなんてお悩みもよく聞くので、そんなお悩みに効く特効薬としてはこのビッグカラーブルゾンがいいかなと思います。ビッグカラーその名の通り襟が大きいんですね。この襟が首をスッと長く顎をシャープに見せてくれる効果があるっていうのと、あとは色はこのサーモンオレンジ、サーモンのアスタキサンチンがたっぷり入ってる色なんですね。で、どういう色かっていうと、顔色を明るく見せてくれたりとかアンチエイジングの効果があるっていうふうに言われている成分なので、アンチエイジングっていうことはより軽やかな印象になるっていう意味でも体型カバーにはもってこいのジャケットかなと思います。スリーウェイになっていて、そのまま下ろすとセーラーカラーのように初々しい印象になるし、ここをドローストリングスを引っ張るとちょっと華やかな印象になります。で、さらに取り外しができるんですね。シャープに見せたい場合は取っていただいてもいいかなっていうスリーウェイのブルゾンになります。コーディネートとしては当然 T シャツとかタートルとかインナーの襟の形は選ばないんですけど、今年だったら少し太めのタイ、縦に流れるラインがよりシャープに見せてくれるので、この縦のラインを生かして、でさらにデニムはワイドではなくてミディストレート、縦のラインをぐっと強調してくれるインナーとボトムにこのビッグカラージャケットを羽織るっていうのが今年のスタイルアップとしてはおすすめのセオリーかなと思います。さらにこのウエストの部分にシャーリングが入ってるので、ウエストのラインをスッと見せてくれるっていう効果も高いので、着るだけで体型補正が叶う一枚です。サンプルの時から私何度か着てるんですけど、勝手にマイナス2キロワンピースと名付けました。正式名称はピンタックシャツドレスなんですけど、気になるところをまず全部隠してくれるんですよ。例えば世代的に悩みが集中する場所って肩周り、二の腕、ウエスト、ヒップ、太もも、ふくらはぎで全部じゃんって感じなんだけど、気になるところをうまくこのドレーピーな素材で隠してくれるんですね。無理やり締めてるというよりは、なだらかな輪郭でうまくカバーしてくれるイメージなので、まず気になるところが上手にカモフラージュできるっていうこと。あとは人っていうのは横に広がればワイドっていう言葉があるようにやっぱり太って見えるんですけど、縦のラインを強調してあげることによってスッとすっきり見えるんですね。視覚効果で細かいプリーツが前面に走ってます。上から下に走ってるので、グラフィカルなこのラインがやはり縦のラインを強調してくれて、全体がほっそり見えるっていう効果で、後ろはヒップの膨らみがあるのでプリーツをつけてしまうと変に角張って動いてしまうところを後ろはフラットにしてるんですね。なので全身
360度どこから見ても綺麗を叶えたワンピースかなと思います。全部開けて羽織として着ていただいてもいいですし、私的に一番細く見えるなっていうのはボタン2つ開けてウエスト締めないでください。ぐっと締めると下っ腹とかヒップの膨らみなんかが強調されてしまうんですね。なので気持ち落とすような形で、結んでいただいてもいいですし、バックル通していただいてもいいですし、こんな感じの着方がいいかなと思います。上まで留めてクラシックに着て、あえてベルトを外して着ていただくとまたより縦のラインが強調されるので、もしかしたらお好み、あとはバストの大きさなどの個人個人の体型によって着方も工夫していただくといいんじゃないかなと思います。そして着てすぐこの華やかな印象が手に入るワンピースなので、コーディネートも計算いらずです。バッグは四角いものを合わせていただくとより女性のフォルムに四角いラインが加わるので、マイナス2キロさらに期待できるかなと思います。で、靴は長さがしっかりあるので、もちろんフラットでもいいし、でよりね足首細く見せたいんだったら少し太めのヒールを選ばれるといいかなと思います。体型の悩みって結構下半身に集中してて、ウエストからヒップ、太もも、ふくらはぎ、なんか私の場合は膝なんていうのもありますけど、下半身の悩みをパンツが解決してくれたら、その人のおしゃれの土台っていうのはしっかりするんですよね。コーディネートに時間がかかる時ってパンツがいまいちフィットしない、なんだか太って見える、ぼんやり見えるっていうことが多いかなと思うんですけど、自分にぴったりの一本を見つけられると、もっともっとおしゃれはステーブル、安定してくるっていうところで、シーズンスタイルラボは本当にさまざまなシルエットのパンツを用意してるんですね。で、今年新しく出したこのバレルは私ナンバーワン美脚だと思います。特に横から見ていただくとなんか分かりませんか？バレルっていうのは足るという意味で、今のパンツのトレンドのナンバーワンなんですね。ウエストはちょっとキュッと細くて、ヒップ、太ももにかけて膨らんでいて、最後またすぼまっていくって、足のフォルムをイメージしたパンツなんですけど、これがなんとウエストを細くも見せてくれるし、ヒップはプリッと自分比ですけど見えるなとか、足首細く見えるなっていうバレルパンツっていうのは今まで見たことなかったです。ウールコンの少しとろみのある素材と、ウエストのインベルをしっかり太く作るということ、さらに後ろはゴムなのでヒップ上とかウエスト下なんていう嫌なもたつきを拾わないで済むっていうこと、そしてこのタックがかなり深く折りたたんで入ってるんですね。なのでこれがその人のヒップの大きさ、太ももの太さ、そういったものにフィットしてスッと自然に落ちてってくれる。ウエスト細く足首も細く見えるんじゃないかなと思います。これに合わせたのがフリルブラウス。最後までボタンがないんですね。全部今留めてるんですが、デコルテが綺麗に見えるように設計されてます。で、さらにフリルが立っていることによって首をスッと長く強調してくれて、ここに光と影を作ってくれるので、影の部分が落ちてドラマティックなほっそり感が生まれるブラウスなんですね。バレルパンツと合わせる時はインにしてもらった方がバランスいいと思います。あんまりインにするの得意じゃないんだけどっていう方も多いんですが、インベルが太いのと柔らかい素材なので、ちょっとブラウジングしてあげることによって、女性の上半身に沿ったこの凹凸にさらにウエストがクッと細く見えるかなと思うので、細見え効果としてもこういった着方をしていただくといいんじゃないかなと思います。夏になると二の腕が出したくないからノースリーブは着られないっていうお声をよく聞くんですけれども、持論から言うと腕は出した方が綺麗と思ってます。なので中途半端にお袖で隠すよりも出してあげた方がいい。だけど大人の女性がタンクトップ1枚っていうのはなかなかに厳しいので、このブラウス、二の腕を本当にエレガントに隠してくれるボウタイブラウスだなと思います。少しとろみのある素材なので肌離れがいい。自分の体に1枚膜を作るような感じのお洋服っていうのは、その人をすごくエレガントに細見えさせてくれるので、そういった意味でも上半身全体が綺麗に見える。で、さらにお袖の部分は少し自分の肩から張り出すような設計になってるんですね。角張った肩を作ってくれるっていうことと、それをさらに綺麗に見せるべく本当にごく薄いパッドが入ってます。なので尖った肩を作ってくれる。で、二の腕の部分は
横から見るとわかるんですが、前後に少しかぶるような感じになっているので、そこに影ができてその分腕がほっそり見えるという効果も高いブラウスかなと思います。モード感も兼ね備えながら体型もきちんと見せてくれるっていうなかなかないブラウスだなと思います。そしてタイの部分は取り外しができるので、縦のラインをすっきりと強調することもできるし、あとは肩蝶結びをして少しアシンメトリーに見せてあげることもできる、しっかり長さを取ったタイなので結び方もいろいろできるかなと思います。そして合わせたパンツは意外と探そうと思うとなかなかない綺麗なストレートのパンツ、そして伸縮性がかなり高いので足のラインは拾わないけれどもとっても快適に動けるパンツになってます。でセンタープレスが入ってるので、やはりそれも縦長の効果高いかなと思うんですね。まだちょっと季節が早くて上に何か羽織りたいっていう場合は、少し大きめのシルエットのテーラードのジャケットだったりとか、あとはちょっとスポーティーなブルゾン、あえてこのエレガントなとろみのあるブラウスにこういったスポーティーな要素を足してあげると、またスピード感がアップして、その人自身がすっきりと見えるかなと思います。でバッグと靴はちょっとお出かけ仕様にして、いろいろなテイストをミックスしてあげるのもコーディネートとしては可愛いかなと思います。ジレと太いパンツのセットアップ、これ個人的に本当に欲しいなと思ってるんですけど、女の人の体って基本的に曲線で構成されていて、そこに例えば V だったり、こっちもね実は V になってたりするんですけど、直線で縁取ってあげるととてもキリッと見えるんですね。このジレっていうのはシャツとかジャケットと同じで直線のラインでできているので、これが女の人の体に重なると本当に細く見える。そしてパンツなんですけど、少し短めのジレとバランスがいいのはちょっと太めのパンツです。センターシームが入っているのでフロントラインがスキッとまっすぐ見える、それがまたさらに縦のラインを強調してくれるっていう効果もある。でここで大きな声で言いたいんですけど、これ実は私38を履いてるんですね。ちょっとウエストラインを上げてみます、下げてみます。これでだいぶ印象変わると思うんですね。今のトレンドとしてはストレートだったりスポーティーだったりとかの要素を入れた方がいいので、少し下げてあげた方がいい。入るからといって意外と9号に固執してる人が多い。一つサイズを上げるだけで自分の体と服の間に空気の溜まりができて、泳ぐ感じが着る人を華奢に見せてくれるんですよね。入るから9号とか入るから7号ではなくて、自分の体が一番生き生きと軽やかに見えるというサイズ感もお伝えしたくてこのセットを選びました。合わせたのはカシミヤ 100% の T シャツニットになります。これニットなんですね。で若干肌が透けるので、この繊細さっていうものと男性由来のジレとパンツっていうものを合わせることによってコントラストが生まれて、そこも私はすごく好きです。であえてスニーカー合わせてます。アナログのスニーカー合わせてますけど、もちろんハイテクでもいいので、下はなんかスニーカーぐらいが足早に歩けそうでこのコーディネートではおすすめです。皆様のお悩みに特効薬的に今回の企画聞いたでしょうか。きっとね、それぞれのご自身のお悩みに重ね合わせて見ていただけたんじゃないかなと思います。今回の企画面白かったと思われる方はぜひ高評価ボタンをお願いいたします。そしてチャンネル登録のまだの方も今年10万人行きたいなと思っておりますので、ぜひぜひ今すぐチャンネル登録の方をお願いいたします。そしてこのコーディネートすごく自分の悩みにフィットしたとか、このお洋服が欲しいなんていうコメントもお寄せいただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。